おはようございます、お嬢様。まだ眠いのじゃ。ほら、起きてください、お嬢様。もう朝ですよ。もうちょっと。もうちょっとって、どのくらいですか？あと一刻。どれだけ延長するつもりですか？もう、起きてくださいってば。おはようございます、お嬢様。7のか。はい、おはようございます、お嬢様。じゃが、なんでわらわが床で寝ておるのじゃ？それになんだか、布団を引き剥がされて叩き落とされた後、頭を思いっきり床にぶつけたような。やですよ。お嬢様が寝ぼけて落ちただけじゃないですか。そうなのかの？そうですよ。私、ちゃんと見てましたもん。7のがそう言うなら、そうなのであろうな。はい。では7の、朝毛の支度はできておるかの？わらわはお腹が空いたのじゃ。ありません。珍しいの。ならお茶で構わぬ。蜂蜜をたっぷり入れてたもん。それもないんですよ。なんと、なんならあるのじゃ？そうだ、お水ならありますよ。水？まあよい。はーい。なんだかぬるいの。まあ、その辺のを汲んできただけですし。わらわに何というものを飲ませるのじゃ、お主は。だって、それしかないんですよ。そういえば、ここはどこなのじゃ？ずいぶんと貧相な小部屋じゃが、鳥小屋かの？どうしたのじゃ、7の、そんなに黙ったりして。感動したのであれば、声に出して褒めても構わんのじゃぞ。ですね、孫作さんに軍をケチョンケチョンに破られて、私とお嬢様の2人だけでこの城を出るなら許してやるって追い出されたばっかりじゃないですか。お嬢様？もしかして忘れちゃったんですか？忘れるわけがなかろう。おのれ孫作、今まで客商として偶してやった恩義を忘れおって。絶対忘れてたよ、この人。なんか言うたかの、7の。いい、何も。で、これからどうするんですか、お嬢様。他の国を頼ります？名門園一族の頭たるこのわらわが他国の成り上がりどもを頼らねばならんのじゃ。兵士などわらわが一声かければいくらでも集まるに決まっておろう。さすがお嬢様。その根拠のない自信が素敵すぎますよ。素敵。そうであろ、そうであろ。ならばまずは恩
恩知らずの孫作に復讐してやるのじゃ。城に戻るぞ、ナナノ。やったー、よりにもよってとんでもない選択肢が来ましたよって。聞こえておらなんだか。城に戻ると言うたのじゃ、ナナノ。いや、ちょっと、お嬢様？孫作さんとの約束忘れちゃったんですか？何をじゃ。私とお嬢様の2人だけで城を出るなら許してやるって。もう出たであろ、一度。うん。ならばあやつとの約束はすでに果たしてやっておる。それ以外のことで恩知らずにとやかく言われる覚えなどないわ。うん、確かに。わかったなら行くぞ、ナナノ。あやつに目に物見せてやらればわらわの気が収まらぬわ。はい、お嬢様。あれ？なんか忘れてる気がするんだけど。どうしたのじゃ、ナナノ。早く行くぞ。まあいっか。待ってくださいよ、お嬢様。ありがとう。引き続き警備お願いね。そもそもまともな戦闘になってなかったしね。演術たちが籠城でもしてればもう少し状況は変わってたんだろうけど。籠城戦は攻める方も守る方も負担が大きいからね。戦と関係ない住人たちには特に。そういう考え方もあるわね。この時代に旅をしながら商売してるんだもの。抜け目ないわよ、連中は。何か食べていく？ちょうどいい時間だし。じゃあやめる？わかってるじゃない。くださいな。どうしようかな。チャーシュー麺にしよっと。ほら、抜け目ないでしょ。いただきます。なかなか。なんで武芸者がメンマなの？料理人ってなら話はわかるけど。メンマがね。ほら。チャーシューがない。
後で食べようと思って残してた最後のチャーシューがないのよ。食べたのなら気づくわよ。まさかカズトが食べたんじゃないでしょうね。どうしたのカズト。何カズトも？間違えて食べちゃったんじゃないの？そりゃそっか。本当？ありがとう。これだけ美味しいんだもの。また来るわよね、カズト。孫作のやつのあのうろたえよ。いや胸がすく思いじゃない。はんはんはん。暑いけどこのワンタンおいしい。こら、何を食べておるのじゃ。だって朝ごはん食べてないんですもん。お腹空いちゃって。そういえば、わらわも何も食べておらんかったのじゃ。お嬢様もそれ食べないならもらっていいですか？わらわもお腹が空いたのじゃ。ちょっとお嬢様、天家の棟梁ともあろうお方がつまみ食いなんてはしたないですよ。腹が減っては戦はできるのじゃ。そんなもの兵法の基礎である。まあ確かに。それにしても精進の食べ物もなかなかおつなものじゃな。な。でしょ？孫作をケチョンケチョンにしたらまた食べに来ましょうね。次は料理人を城に呼びつければ済む話であろう。その意気ですよお嬢様。連中動くようじゃぞ。ナナのついてまいれ。お嬢様、ちょっと待ってくださいよ。ねえカズト、何か買ってよ。ダメ？こういうのは値段じゃないよ、気持ちだよね。あ、これなんかいいな。何よ、私だってこういうのが気になることくらいあるんだから。似合わないかな。何よ、似合わないなら似合わないって
きり言えばいいじゃない。だよね。じゃあ何が不満なのよ。値段？風習じゃ？勘違いしないでよ。別にカズトが嫌いってわけじゃないんだから。そういう意味の指輪ならできればレンファにあげてほしいなって思っただけなんだからね。ちょっとカズト？そりゃそうだけど。いる。あれ？さっきここに置いたよね。これだけ警備体制を強化してるのに？もっと警備を強化するように言ってちょっと誰よ、こんなところにこんなもの捨てていったの？愉快痛快、笑いが止まらぬわ。ああ、お嬢様。こんなせせこましくて陰険な、食らった人が微妙にイラッとくるような罠、お嬢様にしか仕掛けられませんよ。今のお嬢様、ものすごく輝いてます。そうであろう、そうであろう。よし、ナナノには褒美を取らそうではないか。この指輪を受け取るがよい。ありがとうございます。ついでにみかんも食べるがよい。あ、そっちはもういただいてます。なんと、ならわらわも。結構便利じゃな。美味しそうなところ選んできましたから。そういうものはわかるものなのか？なんとなくわかりません？この辺りが美味しそうだなとか。さっぱりわからんのじゃ。へえ。なんじゃ。みかんならやらんぞ。病気なんですか？お嬢様がどうぞと。早く受け取らぬか。差し出す手が疲れてしまうであろう。ナナノ、孫作メラが動き始めたぞ。ついてまいれ。
ちょっとお嬢様、このみかんの袋結構重いんですけど。そんなものを捨ておけばよい。急ぐぞ。だそうです。よかったらみんなで食べちゃってくださいね。子供、貴様ごときにかかずらっておる暇はないのじゃ。放っておけ、ナナん？そう？今はいたずらの犯人の首をスパッと叩き落とせるよく切れる太刀が欲しいんだけど。こんな気分の時に読みたくないよ、そんなもの。どっちかって言えば画期的な拷問の方法が載ってる本とか読みたいんだけど。タッキの書いた本なんかあるんだ。ほら、カズトもこれとか読んで勉強しなよ。最初にした約束、忘れたわけじゃないよね。何よこれ！そんなの関係ないわよ。このチラチラするのすごく邪魔。そうなのかな。ならカズと場所変わってよ。当然。ちょっと！場所変われば大丈夫なんじゃなかったの？そんなの関係ないって言ってるでしょ。もう切る！看板が光を弾いて邪魔をするんならその看板ごと叩き落とせばよいのよ！まさしく猿のようじゃ。その小さな剣、役に立たないと思ってましたけど、そんな使い方があったんですね。さすが我が円家に伝わる懐刀の一振りよ。これほどわらわの思いに応えてくれるとは思わなんだ。もう
お嬢様ったらそんなくだらない嫌がらせにばっかり頭が回るんですから、私もびっくりしちゃいましたよ。そんなに褒めてももうみかんも指輪もないぞ。これ孫作名、もう一度裁きの光を食らわせてくれるのじゃ。あれ、いない。もう一度裁いてほしいのは誰ですって？孫作さん。そう、そのチラチラの犯人はあなただったのね。演術。悪いか。そんなに文句があるなら、まさかとは思うけど、知らぬぞ。みかんや指輪やましてやチャーシュー麺のことなど。お嬢様、全部言っちゃってますよ。7の戦術的撤退じゃ。後ろに向かって全速前進ですね。逃がすか。よくやったわ、シシュン。はっ。演術。この間見逃してあげた時、私ちゃんと言ったわよね。わらわと七野の二人だけで城を出るなら許すと言ったことなら、わらわはちゃんと果たしてやったではないか。その後のことは忘れちゃったのかな。シシュン、刀を。はっ。おい、創作、その件は何のつもりじゃ。何ってちゃんと約束したじゃない。忘れたのなら体で思い出してもらおうかなってね。確かに何かもう一つあったような気がしたんですけど、何でしたっけ？忘れちゃったのかしら。この国にはもう二度と来ないでねって。それだ。そんな大事なこと忘れるでない。お嬢様だって忘れてたじゃないですか。そっか、忘れてたのね。忘れておった。それゆえ見逃してたもん。そんなことはどうでもよいけど、ただ今度は二度と忘れないようにしっかり体に教え込んだ方がいいかしらね。孫作さん、そういうのやめましょうよね。ほら、平和的に腕の一つも叩き切っておきましょうか。もう少し平和的に。じゃあ手首でもいいけど。もう一声。指？切る方向から離れてくださいよ。だってそうしないと覚えないでしょ。覚えるのじゃ。もう絶対忘れないから許してたもん。だったら孫作さん、お嬢様じゃなくて今度こそ私を代わりに。演術本人に覚えててもらわないと意味ないんだけどな。
演術？右が良い？それとも左？なんだったら足でもいいけど。あらあら、おもらししたからって許してあげないわよ。何？今の。知らんのじゃ。あっそ。話す気がないなら、それはそれでいいけどね。話すのじゃ。だから、ちょっと待ってたもん。なるほどね。だから、今回のケンと、あの子供は関係ないのじゃ。何？さっきの話とカズトに免じて？やあよ。演術、もうこの城、この国に二度と近づかないって誓える？誓うのじゃ。わらわはナナノと一緒にこの国を出る。もう二度と戻っては来ぬ。そう。いいんですよ、お嬢様。もう覚悟はできてますから。嫌なのじゃ。わらわはナナノと一緒じゃないと嫌なのじゃ。覚悟はいい？これでお嬢様が助かるのなら。でも人思いにやってくださいね。痛いのは嫌ですから。孫作、ナナノを切るくらいならわらわを切るがよい。だからナナノは見逃してやってたも。お嬢様。ナナノがいなくなったらわらわはどうやって生きていけばよいのじゃ。じゃがナナノは一人でも大丈夫であろう。私もお嬢様が一緒じゃないと嫌ですよ。ならいっそ二人まとめて切ってたも。メイドでも一緒じゃぞ、ナナノ。ならいいのね。ひー、ナナノ。みかんとカズトとそのおもらしに免じてもう一度だけ見逃してあげる。でもこれは返してもらうわよ。ありがとなのじゃ。ありがとうございます。一度目は私、二度目はカズト。でももう免じてくれる相手はいないわよ。わかったから、その刃を引いてほしいのじゃ。ありがとうございます。助かったのじゃ。ならさっさと姿を消しなさい。私の我慢もそう長くは持たないわよ。
カズトも見たでしょ。あいつらだけでできることなんてせいぜい私に嫌がらせする程度ってことよ。あの程度の演技も見破れないなんて、もうちょっと修行を積んだ方がいいんじゃない？怖かったのじゃ。ですね。でもナナノが無事でよかったのじゃ。私もお嬢様が無事でよかったです。今後とも頼むぞ、ナナノ。はい。で、これからどうしましょうか、お嬢様。もうこの国にはいられませんし。わらわとお主がいれば、あんな裏切り者から国を取り返すことなど造作もないのじゃ。まずは手勢を集めることが先決よの。ついてまいれ、ナナノ。あれ、結局は他国を頼るんですか？下手に出て頼るなど、我らが名門円家では教わっておらぬ。成り上がりのバカどもをせいぜい利用してやるのじゃ。そうですよね。やっぱりお嬢様はそうでないと。やっぱりナナノはよくわかっておるのう。行くぞ。はーい。どこまでもお供しますよ、お嬢様。